ばんは。これで配信ができるのかな？配信されたかな？どうしてこんなことになっちゃうの？わかんない。多分配信がされたと思います。こんばんは。大丈夫だね。ちょっとスマホで確認します。配信されたみたいですね。こんばんは。今流れてる映像はなんで映像がこんなちっちゃくなっちゃったのかな？意味がわかんない。もう不慣れですいません。今日でこう OBS を使って自分で配信するのはちょっと2回目なので、まだまだわからないことだらけなんですけど、 OBS がどこ行っちゃったの？ちょっと待って、 OBS の写真とちょっと待って、 OBS の画面とスタジオの画面が違う画面が流れてるけど、これスマホの音楽を入れてみるのか。どうなってるんだろう。ちょっとごめんなさい。他の画像に切り替えてみればいいのか。で、切り替わったかな。切り替わんないね。スマホのスマホの画像で確認すると OBS の画像と違うものが流れてるから OBS がつながってないってことかな。つながってる。なんかすごく遅いんだ。なるほど。今頃流れたので、スマホで今頃流れたので、待って、これがなんか10秒15、もっとかな、1分ぐらい、1分近く誤差があるみたいなので、とりあえずやっていきます。こんばんは、よろしくお願いします。誰が見てくれてるのかはわかんないんですけど、こんばんは。スマホの画像とパソコンの画像が全然違うものが流れてるから、なんかよくわかんない。いっか、とりあえずやってみますか。随分遅延があるんですね。スマホの画像と自分の OBS の画像を信じてみればいいのか、 YouTube スタジオの画像を信じてみればいいのか、ちょっとよくわからない。 OBS と YouTube のスタジオの画像も違うのが流れてる、違う場面が流れてるんで、ちょっとよくわかんないんですけど、やってみます。これ今日撮った海ですね。サイパンは、気候は今そんなに暑くないですって。全くでもないかな。暑く
くないですね。動けば汗は出るぐらいっていう感じですかね。家の中ではエアコンはいらない感じで、扇風機を回すぐらいなんで、毎日ワッと暑くなった時だけエアコンを入れる感じですかね。ちょっと沖の方は風があったのかな。白波が沖の方は白波が立ってたんですけど、映像では見えないかな。どういう感じに映像がどこが流れてんのかもよくわかんないですけど、今日ビューティーフリーの前を通ったらビューティーフリーまだやってましたね。今ビューティーフリーの画像が流れてますけど、ビューティーフリー今日やってました。この辺も随分お店がパタパタってできてパタパタっと閉まってっていう感じが多いですね。まだこの辺もやってはなんで、デューティーフリーの隣アイラブサイパンもやってましたね。でも観光客の姿が全くと言っていいほど見えなかったんだけど、いるのかな。来てはいるんだろうけど、アイラブサイパンですね。中は見なかったですけど、逆側の、前時計屋さんがあったところも空になってまして、こっち側はこの辺のバーみたいのはみんなやってましたね。この勢いでまだやってるってことは、お客さん結構入ってないとやっていけないから、このトヨタがこのバンコーバーハワイの横にこんなでっかいレグサスとできたんですよ。これが不思議なんですよね。私的にはこのエコノミーでこの環境でこんなでっかいレグサスとトヨタができるっていうのはちょっと不思議で、ノバルさんコメントいただいてました。こんばんは。いつもありがとうございます。トヨタがね、バンコバハワイの並びにできたんですけど、こんなでっかいトヨタができるっていうのはなんでかなって、やっぱり軍事化の方に進んでるのかなとしか思いようがないんですけど、でも噂によると、噂ではデューティーフリーがクローズするって言ってるのは、デューティーフリー側がクローズするって言ってて、政府側はもっとあと1年やってくれみたいなことを言ってるっていう話は聞いたんですけど、どっちが本当だかわかんないですけど、ああいうトヨタなんかがあんなでっかくできちゃうと、やっぱり、ね、このエコノミーで誰が買うんだって、新しい新規参入がなきゃあんな大きなレグサスとトヨタを回転してもあんまり意味ないんじゃないかななんて思ったんですけどね。トランプ政権で毎日のようにいろんな大統領令が出てるんで、いつどういうのに何に署名をするのかわかんないですよね。関税も署名して、政策としては関税を
かけてそれを税収にして、減税を狙って動いていくっていうことらしいですけど、物が高くなるって、一番やっぱ一般市民が物が高いくなるだけで減税のなんていうの、あれはあまり感じれないですよね。仕入れる人は課税されて、売り上げに対して減税が起きるのかもしれないけど、一般市民は買い物をするだけだから、物が高くなるのはもう間違いないと思うので、前より高くなるのはちょっと辛いですね。トヨタは不思議だ。あんな立派なトヨタができて、私はそこの場所にホテルができんのかなと思ってたんですけど、立派なレクサスとホテルが、レクサスとトヨタができて、なんか知らないメーカーが2つぐらい書いてあったけど、さっきの映像に流れてましたけどね。どうなるのかね。1セントコインもトランプさんはなくすって言ってたけど、サイパン1セントコイン結構使ってる人いると思うんだけど、そうでもないのかな。レジとかで払ってる人結構いるけどな。みんなオンラインカード決済になっていってしまうのかもしれないけど、日本は怖いですよね。セキュリティの問題で、先にちょっとセキュリティの問題を日本はバンバンやってもらわないと、他の国よりもセキュリティが甘いような気がするから、全部ね、見られちゃうような気がするんですけど、そんなことないのかな。みんなカードになってるわけだから、アメリカも、サイパンなんかもそうですけど SS カードって言って、日本で言ったらなんだっけ今みんなマイナンバーカードか、みんなマイナンバーカードになってて、マイナンバーカードっていうのでみんな仕切られていくんだと思うんですけど、そういうとこが日本は遅かったと思うんですけどね。日本のシステムで、今のシステムのままいろんなそういう政策をしても、なんかどっかでガタッとくるんじゃないかななんて思ったりしちゃうんですけどね。中国はその点すごいですよね。もう何でも全部が監視下に置かれてるっていう感じで。サイパンの話に戻ると、サイパンは今トランプ政権になって中国に関税をかけてしまったから、やっぱ物価が上がると思うんだけど、グアムやハワイよりはまだマシ、そんなに高くはならないと思うんですけど、でもエコノミーが悪いことは確かなんですよ。めちゃくちゃ2月って結構今までも暇だったんですけど、私は昨日も3時ぐらいになんか音がして、ちょっと見に行ったら、タッと音がしたから見に行ったんですよ。そしたら誰かいたんですよね。で、その状態、今あら、なんかこう映ってるな、後ろに。これを消すのか、これを消せば
ポリスが来たんですけど、昨日も、何もやってくれるわけではないんですけど、一人のポリスの人はすごくいい人で理解しようと、被害者を理解しようとしてくれてましたけど、この顔隠してあるポリスはなんか俺は警察だみたいな。昔日本にもこういう人いたじゃないですか。なんか俺は警察だ、偉いんだみたいな、入ってすぐの人にありがちな感じ。でも入ってすぐには見えないですよね、この体型からして。入ってすぐの人って結構スリムな人が多いと思うんですけど、お腹出てるかならこの人は入ってすぐではないと思うんですけど、あなたのことを知りたいからいろんな家族構成やなんかも聞くんだとかって言ってたんですけど、私は警察官に私の素性を話す筋合いもなければ、話したらまたなんか狙われそうで怖いんで話したくない。私の素性はって、とにかく泥棒を捕まえてくださいってお願いしたんですけど、イメージとしてサイパンの警察はとにかく被害者に強くて、ローカルの被害者には別なんですけど、エイリアンの私たちなんかには、私には特に強いイメージ、強くなんか意地悪な感じで言われる感じがするんですよね。この人は特に昨日の一人の人は一昨日の昨日っていうのか朝だったんですけど、その人は本当になんか人を追い詰めてくる感じの人で、ちょっと辛い。こっちは怯えてる状態なのに辛かったですね。もう犯人に強くなってほしいですよね、ポリスなんだから。被害者側の人に強くなるのはちょっと間違ってると思うので、もう少し優しく。ステーツに行った時に私バッグを盗まれたことがあったんですよ。タクシーに乗ってパソコンのノートバッグを、トランクに入れられちゃったんですけど、そのまま逃げられちゃって、その時に対応してくれた警察官はめちゃくちゃ優しかったんですけどね。もちろんアメリカ人だったと思うんですけど、サイパンの警察はね、結構いろんな国行ってますけど、こういう感じのところは昔の昭和初期の日本の警察官みたいな感じを思い出しちゃいますね。見てるとなんかあんまり気分良くないから、海の画像にしましょう。ずっとねグダグダやられたんですよ、被害者なのに。一人の人はとにかくいい人だったんで、いい人でちゃんと周りもチェックしに行ってくれてやってくれたんですけど、 YouTube ってでも難しい。動画を作ってアップするだけっていうなら簡単とは言わないけど、そっちの方が楽ですね。いろんな話すことを全部文章にまとめて動画に入れて流すっていう方が本当に多分楽
と思う。こう話すのってよく配信者の人って結構話してるけど、すごいな。こう話してみると相手がいないのに話すって相手がいないっていうか、相手が見えないのに話すっていうのはかなり難しいことなんだなって分かりましたね。トランプさんもなんか1セントコインをなくす、1セント作るのに2セントかかるんですってね。日本の1円玉は1円だけど3円かかるって、3倍もかかるって、あれもすごいことですよね。そうね、そう本当観光客を見ないんですけど、日本からの便を調べるのを忘れちゃったな。日本からどういう便になってるんだろう。航便があるのかな。調べるの忘れてしまいました。調べてみる。携帯でこの YouTube を見てるんですけど、パソコンの画面は OBS と YouTube スタジオの画像がなんか違って配信され、違ってるんだよな、これ流れてるの。どうやって設定するんだろう、まだよく分かってなくて。方便をちょっと調べてみます。方便あれ、グアム経由、ペクパン直行便ないのかな。なくなりました。49,800円とか書いてあるけど、直行便のみに検索を入れればいいのか。直行便ある出てきたけど、66,980。ちょっと待って、8時間45分とか5時間55分って書いてあるけど、直行便なくなったの？もしかして。直行便ないっぽいな。ある1時20分出発で、違うな。直行便の1時20分出発で4時成田到着あるな。直行便ありますよね。あるよね。時間は3時間40分あるよね、やっぱり直行便。でもユナイテッドだな。どういうことこれ。行きはグアム経由、帰りはサイパン経由かな。サイパンから直行で帰れる便が出てるのに、行きの便が書いてないな。成田からサイパンっていう便が書いてないんだけど、直行便なくなっちゃいました。よし、待って、これでも帰りが1時20分で、サイパン出発1時20分、午後に1時20分、4時成田到着って書いてあるから、直行便あるよね。嘘ついてるな。これユナイテッドって書いて、スカイスキャナーとかっていうなんかページ、格安航空券のページなんだけど、
帰りの便があって行きがないとかないよね。そんな話ないよね。どうなんだろう。大昔にサイパン経由グアム行きとか、グアム経由サイパン行きとかあったんだけど、いやいやいや、誰かに聞いてみようと思って忘れちゃった。調べたことないな。飛行便のみっていうので検索すればいいんですね。飛行便、やっぱり帰りの便しか直行便が出てこないんですけど、なんだろう。直行便なくなったのかな。ちょっとサイパン島でちょっと待って、センチュリーホテル15,605円。センチュリーホテルってミドルロードか。クラウンプラザリゾート21,000円。クラウンリゾートが21,000円でセンチュリーが15,000円なの？絶対クラウンプラザに泊まるよね。クラウンプラザの方が服が違いすぎるのに5,000円しか違わないんだったらクラウンプラザだよね。クリアウォーターホテルってなんだろう。どこにあるんだろう。1万円。安いけど。クリアウォーターホテルどこ？このこと？ビューティーフリーの画像が映ってて、クリアウォーターホテルってこのホテルの画像が、ないんだけど、中は普通？外見がない。どこにあるんだろう。わかんないな。中は綺麗な感じだけど、写真では。とにかくエコノミーが悪いと危険も増える。ゲストハウス GT ゲストハウス安いね。5,700円。1,700円。知らないな。サイパンエメラルドビラも知らないな。ホテルアメリカーノも知らないな。知らないホテルだらけ、いっぱい出てきますね。スカイラインデザイナーズホテル知らないな。レジデンスロッジ知らない。 TFC サイドホテル知らない。シーブリーズガーデン知らない。本当にサイパンこれ？本当にサイパンのことなの？サイパンって書いてあるな。ケンジントンホテルはやっぱり高いね。4万円。いや全然知らないホテルだらけなんだけど。ビーチガーデンホテルどこでしょう。サイパンウェルハウス。うわーいっぱい。知らないホテル。マリアナスイーツは知らない。知らないホテルだらけですね。今検索すると。それにしても泊まるとこいっぱいありますね。ウェリアスビーチタワーが19,000円もすんの。うわー高いわ
シフィックファームリゾート、すごい高いけど、どこにあるの？シフィックファームリゾート、どこ？いや、知らないわ。バランキアにあるって書いてあるけど、知らないわ。ファームリゾートホテルって聞いたことある。サイパンホテルいっぱいあるビラとかなんか知ってるのが5つぐらいしかない。ハラディリゾートスパ、知らない。いやー、ほんとこのずっと喋れないでいた間にサイパンにめちゃくちゃホテルができてる。高い。アクアリゾートが高いよね、そりゃね。アクアリゾートは高いよね。こんなにホテルあったんだ。だけどホテルの写真がこうちゃんと載ってないんで、なんかどこなんだかやっぱりわかんない。サイパンビーチホテルってどこにあった？見たことあるな。見たことあるような名前だけど、写真を見るとどこでしょう？サイパンビーチホテル。知らんかのは知らないや。知らない。ホテルだらけ。リーズコンフォートハウスとかないんだけど、高いけど、キッチン付きなんだ。アートだ。アートだね。フロアベニューない。これがどこだかわかんない。いろんなものが出来上がってるんですね、サイパンね。知らない間に。全く外にも出てなかったんで、本当に全くわかんない。デューティーフリーの周りは何もあんまり変わった気はしないかな。数年ずっと同じなんじゃないかな。カジノのホテルがあってやってないんだよね。あれやってんのかな。もしかしてやってるとかいう話ある？出たらすごいけど、ホテルだけ営業。いや、後ろから見た感じではそういうのは全然ないな。やってる感じは絶対しないので、多分やってないと思います。日本も物が高いっていうけど、やっぱり円高円安の影響でどうなんかいくらになってんのかな。あれ、152円、昨日154円とか言ってたような気がするんだけど、今152円後半って書いてあるけど、昨日154円とか聞いたような気がするんだけどな。気のせいかな。
454円だったとしたら2円ぐらい落ちたってことですもんね。なんかトランプさんかなんか言ったのかな。トランプ政権になると私もドル円バタバタ動いてたような記憶がありますね。で行ったり下行ったり1、2円軽く動いたような気がします。過去のトランプ政権ね。今回のトランプ政権ではなんかそのインフレに陥るのをイーロン・マスクさんのなんか知恵簡単に言うと知恵かなんかでそれを抑えていく法案をやるって言ってたけど、未知の世界ね。トランプさんが大統領令にいろいろバンバン署名し始めるといろんな怖いことが起きてる。もういらないものはみんな省かれちゃうみたいな。普通の庶民は死んでけみたいな状態になっちゃうから、あれが怖いですよね。イケイケゴーゴーで今言ってるんで、なんか登れない人は登らなくていいみたいな。菅さんもトランプさんに会ってたけど、なんかトランプさんはビジネスマンなんで随分違うなっていう印象はあったけど、トランプさんとなるとやっぱりビザの問題とかもいろんなものも変わってきたりする可能性があるから、これが怖いですよね。そういうのが知り合いの人に今日も会ったら、バケーションに行く予定だったけど行けなくなったって言ってましたね。なんでって言ったら、やっぱりいつ大統領令でここの地域の人は入れないとか、この地域の人は帰ってきてもいいですよとか、昔もそういうのがあったんで、そういうのがやっぱり怖いからバケーションは行くのやめたって言ってた人がいましたね、今日ね。バケーション行くぐらい余裕があるっていうのはいいことだけど、本は10時、サイパンは10時。の不景気は仕方がないことと言ったら仕方ないんだけど、もう泥棒をどうにかしてほしい。警察官があともうちょっとまともになってほしい。昨日の一人の人は本当いい人だった上層部の人はね、みんないい人なんだけど、昔の上層部の人とは全く違ったかなって思えるんだけど、若い人はやっぱりイケイケどんどんみたいなところがあるのかな。困るわ。昔からね、やっぱ若いおまわりさんが俺はポリスだみたいなね、だからなんだって言いたくなるんだけど、ほんと強い口調でねガンガン言ってくるからね、ああいうのほんと困りますね。この間ね、病院に行ったらね、
人生で初めてドラッグテストさせられたんですよ、薬をもらうのに。なんか昔の前の YouTube でも書いてるけど、ポリスに海でえらいことをされたんですけど、それを全部隠蔽されて、その時の気持ちと同じぐらい嫌な思いしましたね。ドラッグテストってこうね、写真で映る、あれ映らない、映んない、これを消さないとダメなの。あ、これね、ドラッグテストされて、尿検査、ドラッグテストって何やんのかなと思ったら尿検査をさせられたんですけど、ちょっとありえない。普通の生活をしてたらまずありえないことじゃないですか。昔もね、警察のその事件の後、ドラッグテストとかじゃないんですけど、店にドラッグを置かれていったんですよね。誰かに陥れられるような感じで、こうドラッグを置いていかれて、その時に警察官と一緒にお店に入ったんで、誰かが入った形跡があったから警察官と一緒にお店に入っていったんですけど、その時にこうドラッグがドラッグだって言って、その警察官はそのドラッグを手に取って、2回あったんですけどポケに入れてましたけどね、何かレポートを書くでもなく、持って帰っちゃったんじゃないかな、きっと。多分写真あるけど顔は出すわけいかないよね。ブログに載ってるね、写真も昔のブログに。その頃はもう何かあったら隠しブログ書いてたんで、見てる人は見てるかな。あとね、この間物々交換、トレードしませんかって言われて、パソコンをトレードしてくれるっていう人がいて、パソコンをトレードしてくれるんなら、私のシルバーとパソコントレードしてくれるならすごいいいなと思って、願ったり叶ったりだったんでトレードしてもらったんですよ。そしたらね、甘いんですよね。今持ってる Windows、 今使ってるのが Windows 10だったんで、調子がちょっと良くなかったっていうのもあって、それから考えたら、ラッキーといえばラッキーなのかもしれないんだけど、これパソコンの映像あるよな。この画像、これを決めないと出ないのかな。閉めるとこんな画面がこんな線が入っちゃってて、なんかスペックはいいものなんでいいかな、使えるかなと思ってモニターだけをなんか買うか、あ
後で余裕ができればモニターを買えばなんとか使えるのかなっていう感じで、スペックがいいから早いので、トレードしてよかったのかなとも思うんですけど、ワンちゃんが欲しいからちょっとトレードしてくださいって書いたらダメだって言われちゃったことがあったんで、パソコンはこれでちょっと使えるかな。 YouTube の配信とか OBS もスペックが悪いとできないのかな、これよくわかんないんですけど、今のところ配信はできてるみたいなんですけど、途中で落ちちゃったりもするみたいなんで、その時はすいません。まだまだライブ配信はちょっと勉強中ですね。OBS 難しくて難しい。本当に頭が混乱する。説明みたいのをインターネットで読みながら徹底して配信してるんですけど、難しい。なんで配信しようと思ったかっていうと、もうライブ配信しようかなと思ったっていうと、本当に政府とかポリスとか何も進まなくて、また黙ってぐーっとしてたら卵の殻が出来上がってまた喋れなくなっちゃうんじゃないかなと思って、勇気を出してやり始めようかなって思って始めたんですけど、でも出るネタがないよね。お店で飲みながら相手がいて喋るんならまだ全然喋れるけど、ディスコードっていうのも入れてみたんだけど、 OBS にどうやって入れるのかが不明なのでまだ使えないです。コードっていうアカウントっていうか、それは作ってみたんですけど、電話されてもどうアンサーをされたらいいのかもわかんないし、何をしていいのかもインターネット上に出なきゃ意味がない本当にまだ設定がまだわかんないで、ディスコードも使えません。は何かな、思いついたことをパッて話すから相手がいるわけじゃないから話がどんどん飛んでいくんだよね。何かを基本にしてガーって話すのが、これは結構難しいですよね。相手がいて返事、コメントっていうことか。さ、LINE で今 LINE で2人の人が LINE で話しかけてくれてるんだけど、 LINE じゃなくてコメント欄に書いてほしいんだよね。 LINE もありがたいけど LINE で言ってくれると話が次に進めるのは、それはまたそれでありがたいんだけど、 LINE じゃなくて YouTube のコメント欄に書いてくれるともうちょっと話しやすいんだよね。 LINE でやると携帯が塞がっちゃうから、携帯が塞がっちゃうと調べ物ができなくなっちゃう。YouTube 見てくれてんだから YouTube にコメント書いてくれればいいのに、ログインしてないってことか。 YouTube をもしかして YouTube でコメントくださいよ、お願いしますよ。 LINE でコメントくれるとそれはそれでありがたいんだけど、
本当調べ物もできなくなるんで、お願いします。 YouTube にコメントください。ノバルさんどっか行っちゃったのかな。ノバルさんはいつもいてくれてるんだけど、開きながら寝てるかな。なってきた。暑くもないのに暑くないはずなのに暑いわ。何喋っていいか分かんなくなってくるから暑くなるんだな。日本はそういえば今寒い時期なんですよね。この間まで寒波が来てたって言ってましたけどね。で後でライブ配信をまたチェックしなきゃいけないんだけど、この状態をどうやってすぐに、みんなどうやってチェックしてんだろう。ライブ配信してる人たちは。声は大丈夫だよね。声ちっちゃくないよね。だから LINE で帰ってくるんだよね、こうやってね。ちっちゃくない、聞こえる。ありがとうございます。YouTube に書こうよ。YouTube にコメント書こうよ。悲しいな。ログインしてなくてもコメント書けるんじゃないの？書けるよね。YouTube にログインしてなくても書けるでしょ。なんか書いてほしいな。 YouTube の方にコメントは LINE じゃなくて YouTube にしてください。じゃないと調べ物ができなくなります。お願いします。明日は土曜日、今日が金曜日。金曜日なんだ。ドルが動いてる？知らないよ。ドルが動いてるっていうコメントが今来たんですけどYouTube 配信やってるんでドル円も見れませんが動いてるんだ。もう少しね、ドルが安くなんないと、それでアルミニウムとかそういうものは中国からの方が安いから、中国からのサイパンなんかもアメリカからより中国とかから入れてると思うんだけど、必ずっていうほど使うものだから、修理とか家の修理でも何でもアルミサッシでも何でも使うものだから、絵に関税かけられるとかなりつらいね。サイパンなんかはもう関税中国にかけられちゃうと、怖いのは本当に物価が上がること。日本には総合関税っていうのをかけるかもしれないけど、なんか言及されてたよね、昨日かなんかトランプさんがちょっと意地悪なこと言ってたみたいだけど、総合関税なんかバンバンやられたらほんとサイパンは死んじゃうよね。メインランドならまだ、いろんな方向性ができるかもしれないけど、サイパンでは輸入しかない。輸入っていうかアメリカ本土からも輸入になる。輸入っていうの輸入だよね。ここで作ってるものなんかないんだから、全部が輸入なんだから、そ
それで関税かけたものを買って船代だの飛行機代だの出してタイパンに届いたものって言ったらもうめちゃくちゃ高くなるだけだからね。アイラブサイパンなんかも困るよね。お土産屋さんなんかも何屋さんでも困るよね。野菜一つでも高くなるわけだから、とにかく高い。レタスが高い、鉄が高い。勘弁してほしいって感じ。輸入するものはみんな高い。日本が一番今円安だから、日本からの仕入れのものが一番安く済むんだろうね。アメリカからのは高いっていうか、同じドルだけどやっぱシッピング大和代猫大和代っていうの配送料か配送料がかかるから高いよね。日本の方がまだ安いんじゃないかな。そうでもないかな。日本とグアムは毎日飛行機飛んでるから、グアムからサイパンの船と飛行機はあるから、本土より安いんじゃないかなって思うんだけど、違うわ。アメリカ本土の方が安いんだ。輸送そうだ。郵便局で使ったら安かった。アメリカに発送すると安いけど、日本に発送するとすごいちっちゃいシルバーで5センチ角正方形みたいな感じで、日本に発送すると15ドルかかって、アメリカだと5ドルちょっとだったから、やっぱりそうだ。アメリカの方が安いんだね、本土の方がね。日本は高いわ。中国は逆に安いのかな。中国からマッサージチェアを輸入した人が1300ドルぐらいのマッサージチェアで100ドルぐらいの輸送費だったっていうから、安いんじゃないかな。中国からの方がいっぱい船が出てるってことなのかな。もしかしたらそうかもしれない。でも正確なことは言えない。日本からの直行便をまず調べておくのと、なったのかな。なったなんて全然考えもしなかったから、誰にも聞いてなかった。中国からのはなくなったっていうのを聞いたけど、いやね、サイパン綺麗なとこなんだけどね。もう少し、あと一歩、もう一歩ちょっとガバメントと警察が私のことで頑張ってくれたら、私は頑張れると思うんだよね。とにかく頑張りたいんだけど、誰しもが沈んでいくのは嫌なんだから、頑張りたいんだけど、やっぱり一つの根っこがあるとなかなか払拭できないんだよね。安心ができない。
なんかまた狙われてるんじゃないかとか、また殺されるんじゃない、殺されるっていうの、命を狙われるんじゃないかとかね、そういうことを考えちゃうし、昨日入ってきた泥棒だって、うちのテラスに入るには上を乗り越えてこなきゃいけないんだから、物を取ったとしても、物を盗んで取ったとしても、例えばテレビとかラジカセとか、ラジカセなんかちょっと古すぎるけど、テレビにしたって何にしたって持ってその壁を乗り越えてまた外に出るには大変な労力だし、普通の家みたいに他のお家みたいにそのドアが開いたから物を持って逃げられるわけじゃないんだよね。に入ったとしたら正面からは2階だし、裏からは1階に見えるけど3階いや、ね、言ってる意味が自分でも分かんなくなってきた。とにかく物を持って出ることが大変な状況下に泥棒がなぜ入るのかが意味がわからないんだね。去年の強盗の事件でも未だに何にもやってくれてないからね。何一つシルバーも商品も返ってきてないし、何一つ返ってきてないし、レポートもくれないし、ポリスレポートはくれたけど何一つ連絡もない。どういうことなんだかはよくわからない。もう1年1月28日、去年の1月28日の事件だったから、もう1年1ヶ月経ってるけど、何も本当に連絡なくて、シルバー見つかりましたよって連絡がその事件のあった直後にあったのに、それから音沙汰なしで、また昔警察官がさっきも言ったように、うちの店でドラッグだって言ってドラッグを見つけてポケットに入れちゃったのを見てるから、そういうことが起きてるんじゃないかとか思えるよね。ポケット入れちゃってあんな大量のシルバーを自分のものにされちゃったんじゃ決まったものじゃないんだけど、でも前のかって聞いたままそのまんま何も未だに連絡なくて、でこんなことを YouTube で言ってるからまた命を狙われるとか、そういう変なことが起きるのは絶対嫌なんだよね。昔の時はとにかく命を狙われたんだよね。幻想とかじゃなくて、道端でこう捕まえられて頭に拳銃を突きつけられて何も言うなって言われてるわけだから、そういうことが多々あったから、本当に信用できないんだよね。ちゃんと動いてくれない、もらえないと。とか入ったでも昨日の一人のおまわりさんはいいおまわりさんだったの。ちゃんとしてた。いいっていうかちゃんとしてるおまわりさん。一人はダメだったけど、すごいいい人だったから、あれでプラスマイナスゼロになっちゃったね。とにかくこんなことが日本であったら絶対許されないことだと思うから、とにかく昭和の初期時代の日本みたいな状態がサイパンにはまだ起こってるから、
人種差別、自分の村意識、昔日本人なんかでもそういうのが多かったない。なんかこうあっちの地域はなんとかだ、あっちの地域はなんだっけな、韓国の人だとか、そういうようなことが、差別的なことが多かったんだよね。韓国って言ったら朝鮮の人なのかな、なんて言ってたのかな、ちょっとよく覚えてないけど、そういうなんか差別的なことがあったけど、それがまだここではある感じで、でも助かってるのは、まだ本当に私を助けようとしてくれてるカモルの人、政府の人たちが、そんなのはありえないっていう人がついてくれてるから、ここだけはまだ信じられるから、なんか言葉も戻ってきたし、まだちゃんとは喋れてないみたいだけど、言葉を話すことが本当に嫌だったから、もう7年ぐらい、ね、7、8年かな、だんだんこういうのって人生がなくなっ、もう一番なんかいろんなことをやんなきゃいけない時期だったと思うんだよね。だんだん年取っていくわけ、年老いていくわけだから、やんなきゃいけない時期になんかやれなかったっていうのは本当悔やんでも悔やみきれないし、でも今また動こうと思ってもそんなにね簡単じゃないよね。家にこもってたわけだから、筋肉が筋肉ではなくなってだらんとしてきちゃって、結局なかなか動けないよ本当にね。にゃにゃがうちの猫は起きてどのくらい経つんだろうね。一昨年の4月に来たんだっけ、一昨年の4月に来たのかな、に起きてきたんだけど、猫昔は好きじゃなかったんだけど、もう飼わなきゃならなくなってから、大好きで。でもね、猫ってすごいなって思うのは、昨日も私がその泥棒騒ぎで気が立ってるっていうか、気が落ち込んで、それでポリスと話して気が立ってっていうようなことを感じるんだと思うんだけど、家の中入ってきたら猫がシャーって言ったからね、もうなんかそういうのショックだったよね。犬だとなんかこう慰めてくれたりするんだけど、猫は、慰めてくれないんだと初めてっていうか、前回の冒頭の時もそうだったの。あの時もすごいシャーって言って噛みつかれたんだよね。うちの猫って全部猫がそうなのかもしれないけど、ご飯を半分だけ食べて約全部残すんだよね。でそのちっちゃくなった半分のかけらはもう食べませんよって言って、全然手でつけなくなっちゃうね。
もうすぐに2年になるのかな、今度の4月で。猫は結構普通に出すぎて、ちょっとなんか犬を飼ってた私にはあんまり初めは本当についていけなかった。最近の方がそうかな。大人になってきた方が、うちの猫はぐるぐるぐるぐーぐーって鳴くんで、猫にゃーって言うんじゃない。にゃーは怒った時となんかくれっていう時だけはにゃーって鳴くかな。あとはなんかぐる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 って言って変な鳴き方する。変な訴え方をするからよくわかんない。猫の気持ちはわからない。難しい。可愛いけどね。後ろから見てる猫の頭が猫の頭の形してるのが私の知り合いのうちでも猫を飼ってるけど、なんかついて回ってくるってストーカーだって言ってたけど、うちの猫はそんなでもないんだよね。本当に自分の好きな時だけ来て寄ってきて人の頭をガリガリやってどっか行っちゃったり、なんかその強盗の去年の強盗の前までは結構くっついてたイメージだったんだけど、だからねちょっと距離があるのね。30センチぐらいいつもこうペタってくっついてきてゴロゴロっていうのはめったにしなくなっちゃう。だけどね、ずっと犬を飼ってたから犬派の私にはちょっと猫難しいんだけど、でも可愛いかな。YouTube の設定をもうちょっと覚えないと、もうちょっとっていうかスタートの仕方もわからないっていう。今日はそれを2、3回やり直してたんで、 OBS のこうストリームっていうのを入れて、そこからどう進むのとか、開始ってボタンがどこにあったのか分かんなくなっちゃって、開始ができない状態に今日は陥ってたので、ちょっとね、なんかだから LINE じゃなくて LINE でこう書いてこないで、YouTube にください。ビザの問題はよくわかんないけど、何年かっていうか、前のトランプ政権の時かな、前の時かな、なんかこうアメリカの政権が変わった時に一切ここの国の人は入れませんよっていう
ようなことになったことがあったのよ。だからそれでみんなバケーションに行くのを、外に出たりするのを怖がってるっていうことがある。で今LINE でごめんなさい、ビザどうなったの、ビザはどうなってるのっていう質問をされて、なんで入れないのっていう質問をされたんで答えてるんですけど、今回はまだそういうことになってないみたいだけど、前回はそういう、前回っていうか誰の政権の時だったっけな、バイデンさんになった時だったかな、バイデンさんになった時かもしれない。その時にこの国の人の、この区域の人は、サイパンに入れませんよっていうことが発令されちゃったみたいで、一時期入れなくなったりしたことがあったんで、みんなバケーションとか行くのを控えてるっていう話は聞いたんですよね、今日。その狂気のね、忙しいお店もあるんですよ。私の知り合いのお店を何ヶ月でお友達になった頃のお店はもう本当に忙しいところしか見てなくて、私が行くたんびにめちゃくちゃ忙しいんで、こんなに忙しいとこもあるんだなって。そこはローカルの人しか逆に来てないんですよ、今の時期で。だからローカルでビジネスになってるっていうのはもうめちゃくちゃ大したもんだし、すごいなって思うのと、あとね、心が優しい人なんですよね、この人多分。だからそういうのがお客さんに伝わって、お店忙しいんだなって思うんですね。めちゃくちゃ顔もね、なんかすごい顔ににじみ出てるんですよね、優しさが。羨ましいなって思いますね、ああいう感じを見てると。これこんだけ離れててもマイク入るよね。入ってる？声が聞こえないとかあるかな？聞こえてるでしょ？ LINE でいいからコメントちょうだい。だからいなくならないでね。誰だっけ、ノバルさんとあれは言いません。なんないでよ。誰と喋ってるか本当わかんなくなっちゃうから。誰とっていうか、誰もいなくなっちゃうと本当に寂しいから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。何しようとして。何しようとしたっけ。ちょっと待っててください。嘘でしょ？嘘でしょ？これずっと喋ってたの入ってないの？
私マイク止めたっけ？止めてないよね。これ違うよね。入ってたでしょ？あ、入ってた。よかった。びっくりした。ちょっと止めます。これだっけ？あ、すいません。戻りました。マイク入ってるよね、これ。スマホで入ってるよね。届くのがものすごい遅いから。いや、めちゃめちゃもしかしたら声が小さい。でも、あ、そうなの。声が小さかったですか？パソコンに内蔵のマイク、パソコン内蔵のマイクで喋ってるんですけど、小さいと言って欲しかったな、もっと早く。ディスコードとかもね、やり方が分かればもっと面白いのかもしれないけど、やり方分かんないんですよね。なんか勝手に押しちゃった。まあいいか。あ、ここに分数が出るの？あー、なるほど。ここに結構もう配信始めて結構経ったんだね。お腹空いてきたね。ドルも高いからなかなかね、日本は景気いいのかな。
あ、でもお米の値段がめちゃくちゃ上がってるっていう、日本で上がってるっていうのを5キロで5000円ぐらい、3、4000円、安いので4000円ぐらいっていうのをやってて、こりゃ高いよね。米問題、平成にあったよね、米問題。政府が今回備蓄米を出すっていう話を、そうニュースで見た。5キロで5000円。はいな。安いやつで4000円。それでも高い。やっぱり主食が高いのは困っちゃうよね。米問題。1ドル150何円だと、両替したら155円ぐらいになっちゃうのかな今。そうすると結構辛いものあるよね。155円。150円か。この間昨日154円ぐらいって聞いたと思ったんだけど、今日152円って言ってて、あたりにまた150円ぐらい戻ってたりしないのがね。ないか、それは分かんないけど、高すぎるよね。でもトランプさんがビジネスマンだから、観光客、日本からの観光客にあんまり期待してないのかな。もう別に日本の人口も少ないし、どうなんだろう。政策の方をなんかそういうお金の政策の方をイーロン・マスクさんがやるんでしょ。それでインフレ、こう切羽詰まった状況を脱却するっていうことをやるって言ってたけど、どうなのかね。タイパンがとにかく軍事化になっちゃうと、政府の人はいいだろうけど、良くないのか。政府の人も土地を持ってる人がほとんど茶物の人が土地を持ってるわけだから、固定資産税とかアメリカ並みに上がっちゃうとなったらやっぱまずいから、そう考えると軍事化はないのかなとも思えるけど、コモンウェルスっていう立場を維持しながら軍事化ってあるのかな。グアムは何なんだっけ今。グアムは今何。グアム島は州ではなくて何になる。何になるんだ。準州、アメリカの準州。準州だね。サイパンよりは上の立場ではあるね。投票権はないんだ。グアムもサイパンも投票権がないんだよね。め
じゃあグアムとサイパンは同じような立場、まあちょっとグアムのが上。そうなんだ。でグアムは税金はどうなってるんだろう。グアムの固定資産税はどうなってるの。定値30。何固定資産。違う違う。グアムの固定資産税はどうなってるの。今サイパンは固定資産税っていうのはないよね。土地なんかを買うときもそういう税金はなくて、売るときはあるけど、グアムは固定資産税があるんだね。グアムの固定資産税はアメリカ本土と同じ税率。グアムはやっぱ固定資産税は本土よりは低いんだ。評価額の約 0.25 から0.35程度。アメリカ本土よりは安い。アメリカ本土のレートだと 1% から 3% だけど、グアムはその3割ってことだから安いよね。こういう風になっていくのかな。もしサイパンにも軍が入ってくるとかっていうことになると、準州っていうカテゴリーに入れられていくのかな。それでもやっぱり大統領選には投票権がないみたいな、そうなっていくのかもしれないね。でそうなるとやっぱそういう風になると何が嫌かって、やっぱ海が使えなくなっちゃうんじゃないかっていう心配があるよね、部分的に。どこにその軍のグアムみたいに大きな島じゃないから港も限られちゃってるから、こう軍が使うとなると、ね、ダイビングやマリンスポーツ、それがないとサイパン困るでしょ。デューティーフリーもなくなって、そんなのもなくなって何もなくなっちゃうもんね。沖縄かにはちょっと無理があるし、グアムみたいに広くないからとても無理があるし、でもサイパンって昔からね、戦争で重要なポイントにあるわけだから、目立たないけど重要なポイント。構そっちの線が大きいんじゃないかなと思うんだよね。ちょっとお腹空きましたね。あ、12時になるな。日本は11時。今日はここで終わりにします。
よかったらログインもしてください。チャンネル登録もしてください。よかったら Twitter もやってます。Twitter 登録もお願いします。不定期ですけど、またネタがないからね。人が目の前にいて喋るんならまだいろんなことを喋れるんだけど、LINE でもコメントくれると本当にまだ今日は助かったけど、なかなか難しいです。ライブ配信してる方々を本当に尊敬します。というわけでまた配信します。よろしくお願いします。OBS も勉強します。ありがとうございました。